足首の筋が出ない人はどんどんふくらはぎが太くなってしまいます。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日はふくらはぎの下半分を法則して足首にくびれを作る方法をご紹介していきます。というのも多くの方は足を細くするためにつま先立ちの運動やウォーキングなどいろんな運動をされると思うんですが、実はあるポイント、これを押さえておかないと運動をすればするほど逆に足首が太くなってしまうんです。ですから今日もまずは足首やふくらはぎに関する解剖学を学んでからエクササイズをすることで細く美しい足首一緒に作っていきましょう。早速解説をしていきますが、この足首の筋、この正体というのはふくらはぎにつながっている腓腹筋、そしてヒラメ筋というものを骨につないでいるアキレス腱というものです。つまり筋肉と骨をつないでいる腱なんですね。非常に硬くて強固な組織になってますが、特に下半分のヒラメ筋が硬くなったり使いすぎて太くなってくると埋もれてしまってこの筋が見えなくなってしまいます。さらにその状態が悪化すると上の腓腹筋まで引き下げてしまいますから、どんどんふくらはぎ、特に下半分が太くなってしまうんです。この原因としては日常生活でいうとヒールを履く生活ですね。このヒールを履いた状態ってずっとつま先立ちでふくらはぎを縮めていますから使いすぎているんです。または足首をしっかりと曲げることがなくなりました。和式トイレや雑巾がけなどの生活習慣がなくなることによって足首を動かすことが減って足首が固まることによってどんどんふくらはぎが太くなりやすい状態に現代人はなっているんです。つまり足首やふくらはぎが太い原因というのが実は使いすぎ、鍛えすぎにありますから、この状態で運動をすればするほど余計に足首っていうのは太くなってしまいますね。そうなってくるとどうやったらちゃんと足首を細くできるかというと、この硬くなってしまった足首の筋肉を柔らかくするマッサージ、その後にバランスを良くするエクササイズをすることによってふくらはぎへの無駄な負担が減り、自然と足首が細く変わっていきます。今日は道具も一切使わずに自分でできるセルフマッサージとエクササイズをご紹介していますから、ぜひ最後までご覧ください。まずはチェックから行っていきます。足を肩幅に開いて手を胸の前、しっかりと膝を曲げた状態でかかとの上げ下げをしてみてください。この時にぐらつかなかったらバッチリ腓腹筋やヒラメ筋の負担が少ないです。しかしこの状態、かかとを上げてフラフラとふらついてしまった方というのは実はこのふくらはぎ周りの筋肉を使いすぎる傾向にあります。この後のマッサージとエクササイズをした後はかなり安定性が出ていますから楽しみにしておいてください。それでは一緒に頑張りましょう。まずは足首の筋、アキレス腱を動かしていきます。軽くほぐすようなイメージですね。上下やもしくは左右でも構いません。皆さんどうですか？なんかわかります？硬いなっていう筋みたいなのがありますよね。はい、ここ特に固まったり触りにくい方ほどやった方がいいです。ただあまりにも痛みが強い時は控えてください。痛気持ちいいぐらいでこの筋の周りをほぐしていきましょう。人によって硬いところとか痛いところが違います。ここ痛いなっていうところがあればそのあたりは特に重点的にほぐしてください。どうでしょうか？足首は伸ばした方がこの筋はつかみやすいです。はい、曲げてくるとヒラメ筋とかが張ってしまって筋をつかみにくくなるので、足首軽く伸ばした状態でやってみましょう。つかみやすさが変わりますね。はい、 OK。 今度はこのふくらはぎのヒラメ筋の下、腓腹筋の下、ごめんなさい、この下半分ヒラメ筋をほぐしていきますここはしっかりですね、グリグリグリと上下に動かしましょう。内側外側からしっかり包み込んで、はい、上下とかこれも左右でも構いませんからほぐせる範囲でしっかりとほぐしていきます。特にふくらはぎの下半分です。筋肉の触り分けが慣れてくるとできてきます。最初は分かんなくていいのでなんとなく下半分をしっかりとほぐそうと思ってね、もみもみほぐしていってあげましょう。で慣れてくるとここが境目になってるんだっていうのが分かってきます。これが明確になるとポコッとね、足首とふくらはぎの上半分の境目が明確になりますから、細いくびれた足首ができてきます。はい、押し方はね皆さん自分のやりやすい方法でいいですからね。はい、いいです。今度このポジションからすねの前の筋肉です。ここですね、すねの骨、硬い骨がありますが、この外側をほぐしてあげてください。指でもいいですし手のひらで押してもいいです。はい、これも多分人によって痛いところが違いますね。どうでしょうか？特に足首を曲げるときに使うのがこの前脛骨筋という筋肉です。この筋肉が弱ってくる、
そういった方は足首が曲げにくくなってきますから、どうしてもふくらはぎ周りの血流循環が悪くなります。そしてふくらはぎは第2の心臓と言われますね。血液を戻す、むくみをなくすために必要な筋肉ですから、しっかりと柔らかくしてあげましょう。そのためには必要な準備です。前脛骨筋をしっかりとほぐしていきます。さあ、もう一息でおしまいです。はい、 OK。 じゃあそのままこういう形ですね。足を腰幅ぎゅーっと前に体重をかけていきます。はい。でこれでふくらはぎ、今ほぐした下半分、ヒラメ筋が伸びてきていますが、分かりにくい方はさすってもらってもいいので、なんとなく伸びるところを感じてみてください。そのまま深く息を吸ってゆっくりはーっと吐いて、余裕がある人はぎゅーっと胸で膝を押さえます。できるだけかかとが地面から浮かないように気をつけて、ふくらはぎの伸びが強まるところでキープをしていきます。特にこの後のエクササイズがとても大切ですからね。そのためにやっているようなもんです。このマッサージはしっかりこの歪みを整えるエクササイズ、これも簡単でね、すごく楽ちんなんですけど、効果は絶大です。もう一息です。はい。じゃあこの状態で軽く体重を前にかけたまま、かかとの上げ下げをするだけです。骨盤、胸を正面に向けたまま、ほっ、上げて、下げて、負荷はかけてないです。ほとんどね、体重かかってないです。五分五分ぐらいですね。前に 50%、後ろに 50%。慣れてきたらもっと前に体重かけてもいいんですが、膝を曲げた状態でかかとの上げ下げ、この時に足が太くなったり、むくみやすい人はグラグラグラってかかとがぐらつきます。それは NG。 かかとがまっすぐ上がってまっすぐ下がる、親指と小指が均等に地面についたまま、はい、これが地味なんですけど、足首の歪み、そしてふくらはぎの歪みを整えるエクササイズです。慣れてくるとこれがグラグラしなくなってきます。という僕もですね、実は足首めちゃくちゃ歪んでるので、めちゃくちゃフラフラします。はい、ちょっとずつ慣れていきましょう。 OK。 はい、今度反対側いきましょう。まずはアキレス腱をほぐすところから。はい、この辺りですね。ここをしっかりと前後や左右ですね、いろんな方向に動かしながらほぐしてください。左右に揺らしてももちろんいいですし、上下に動かしてもいいです。やりやすいようにまずはほぐして体に気づきを持ってあげてください。どうですか？反対の足と比べて掴みやすいとか掴みにくい、もしくはなんか硬さが違うとかないですか？日常生活ずっと体重を支えてくれている場所ですからね。特に左右差がある方はそれだけ普段体重のかけ方違いがあると思いますから、日常生活で気をつけてみてください。はい、つまんでると疲れてくるなっていう時は指でぎゅーっと押してもらってもいいです。痛めない程度にほぐしてください。はい、いいです。今度はこの下半分のヒラメ筋をほぐします。はい、ここもね、掴んで上下とか左右でもいいですからね、選んでほぐしていきましょう。しっかりグリ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 とほぐしていきます。この筋肉を掴んでこのすねの骨から剥がすようなイメージです。筋肉や骨がぐっと癒着をしたりとか固まって動きにくい、滑走といって筋肉の動きが出にくい方とても多いです。特に足首をこうやって曲げる動き、しゃがみ込む動作が現代人少なくなっているので、この下半分のヒラメ筋ちゃんとほぐしてあげましょう。ただ自分でやってもなかなかほぐせないっていう方は、マッサージローラーとかボールを使ってほぐすやり方もあります。僕が普段愛用しているマッサージグッズとかも概要欄に貼ってますから、なかなか足首が柔らかくなりませんって方はそのグッズもぜひ活用してみてください。 Amazon リンクは貼り付けてます。はい、そのままほぐして OK。 じゃあ今度は上ですね、前脛骨筋、この辺りですね、ほぐしていきます。はい、ここをグリグリグリと、指でも手のひらでも構いません。見えますか？ここからね、実はこの足の骨までつながっています。そしてこれもすねの骨、触ったら硬い骨がありますね。ここにくっついてますから、この辺りからこうね、剥がすようなイメージで
ほぐしていきましょう。どういう風に筋肉がついているのかをしっかり理解すれば、その筋肉に沿ってほぐしてあげることで効果が高まります。何も分からずね、もう目いっぱい力任せに押してしまうのだけはやめておいてください。特に筋肉って繊細ですから、繊維をね無理に押してしまうと傷ついて後々ね余計に、固まってしまったりします。ひどい人はね炎症を起こして痛みを起こすこともありますから、こういった体の仕組みをちゃんとね理解してから行っていきましょう。はい、いいです。さあそれではこのまま体重を前にかけて伸ばすのはこのふくらはぎの裏側でしたね。下半分ほっ体重をかけてひらめ筋を伸ばします。どうですか、伸びる感覚ありますか？伸びにくいよって方はさっきまでのマッサージをもう1セットしてもらうか、このストレッチを長めに2セットから3セットぐらいやってもらってもいいです。ふくらはぎの裏側がじわじわ伸びていくのを感じましょう。長く息を腹から吸ってゆっくり口からはーっと吐き切る。心地よく伸ばしていきましょう。もう一息です。深呼吸は忘れずに吸ってゆっくりはーっと吐いて吐いて、はい、しっかりとウォーミングアップできてきましたね。ほぐれてきていると思います。さあそれではこの状態でかかとの上げ下げです。最初は 50% ずつ前と後ろに体重をかけていきましょう。大事なのは負荷をかけることではなくて、かかとがフラフラしないように親指と小指均等に体重をかけたままかかとを上げ下げすることです。そうすることでぐらつきが減っていくと、日常生活立っている時に無駄な力が入らなくなります。そうすると結果的にどんどん足首とかふくらはぎが細くなっていくんですね。どうですか、ふくらはぎの筋肉が喜んでいますね。そう、使っている筋肉を感じて、特に今は下半分ひらめ筋を整えていってます。いいですよ。自分の筋肉と会話をしながらもう一息、昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。さあさあもう一息、地味ですけどこの積み重ねで足がきれいに変わります。ラスト OK。 はい、お疲れ様でした。どうでしょうか。最初よりも膝を曲げてかかとの上げ下げしてもぐらつきが減っているんではないでしょうか。このように体の仕組み、解剖学を学べば美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験をしてみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて直接回答をしていますので、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。